こんにちは、今日は地方自治体の SNS 活用と市民社会の分析におけるデータサイエンスの活用というテーマで発表させていただきます。筑波大学人文社会系の海後宗男です。よろしくお願いいたします。簡単に、自己紹介をさせていただければと思います。筑波大学の人文社会系の教授です。またボルドー政治学院という海外の大学で客員教授をしております。2004年から2005年、コロンビア大学の通信情報研究所で客員研究員として1年過ごしました。現在アジアメディア情報コミュニケーションセンターという、国際 NGO の日本の、国代表をしております。過去の研究に関して、簡単に紹介させていただきます。1990年代は、テレビの報道の機能と逆機能に関して、研究をしていました。1999年、これで博士論文を、認められました。その前後あたりからインターネットの利用が一般にも普及が進み、それによる情報格差とネットワーク社会の問題などについて研究をしていました。その後、さらに深めるためブロードバンドの普及によって可能になった双方向ビデオ通信とファイル共有の問題に関して研究を行っていました。同時期に原子力リスク情報に関する研究もしておりました。いろいろ問題点をその当時指摘しましたが、あまり聞き入れてもらえず、その後東日本大震災がありました。そこからソーシャルメディアと災害に関する研究をスタートしました。で、今日はその部分についてお話しします。現在筑波大学をはじめ多くの他の大学の先生方と政治的不平等や社会的不平等格差に関する研究をしております。さあ、今日のお話がどんなお話か説明したいと思います。今日は地方自治体の SNS 活用と地方自治体と市民社会団体や団体同士のコミュニケーション活動に、それを促す研究活動の分析の中で発見したことについて紹介していきたいと思います。特にデータサイエンス的な研究手法を用いるとどのように有効かということに関して説明したいと思います。しばらく前に完了した研究ですが、今回ご紹介する研究はソーシャルメディアと市民社会、我が国のインターネット環境の特有の問題として情報格差の問題もあり、現在もプロジェクトの自立後の経過観察をしています。過去といっても2010年代に行ってきた研究ですので、これは割と最近です。今回このプロジェクトを始めたのはやはり東日本大震災が非常に大きな理由だと思います。また当時筑波大学とつくば市インテル社での三者連携のプロジェクトがいくつも発足し、今回の研究もそれらのプロジェクトから得られた知見で研究を行いました。今現在もこのつくば市民活動の広場という Facebook のコミュニティページは活動中です。それについて研究をまとめたものとして2017年に Social Media and Civil Society in Japan という書籍がございます。こちらもぜひ読んでください。研究の背景になりますが、そういう知識として必要な部分が、ありますがざっくり説明します。とても悲しいことですが、我が国の政府やほとんどの自治体はやはりお金とか、人間が絶対的に不足しています。そのために全てのことをカバーすることができなくなっています。我が国はそういう状況で特に市民社会がとても重要な役割があります。一般的に市民社会という言葉を聞くとちょっと厄介な、ちょっと怖いイメージがあるみたいです。また自治会、町内会、区会というのはちょっと面倒くさい、できれば避けたいものだというふうに感じる人も多いと思います。おそらく皆さんや皆さんの家族の人たちの中でこういう意見を持っている人が多いと思います。
世の中一般できれば関わりたくないというふうに思う人たちも多いのではないかと思います。しかし例えばゴミをどういうふうに出していくのか、コミュニティのためにどんなルールがいいのか、自治体で決めたルールを守るためにはコミュニティの力はやはり必要で、コミュニティのボランティアで自治体と協力していかないとどうもうまくいかないというのが現状です。また市民団体の人たちの話を聞いていますと、市民団体や自治会の人たちは現状に満足していないということが明らかになってきました。彼らはもっと市民との交流が欲しい、特に皆さんみたいな若者との交流がしたいみたいです。市民団体同士の交流も、もっと増やしてほしいということが分かってきました。そこで、どうにかできないかなというようなことをいろいろ検討しました。で、これが前提となりましてこの研究の目的が、出来上がりました。実は東日本大震災の発生時、ちょうど私が住んでいたつくば市の市役所が被災しまして、かなり建物も壊れてしまい、その機能が奪われてしまいました。でその時つくば市の市役所の職員と市民との間にどういう情報のやり取りを行ったのかっていうと、そのツイッターが、とても活躍しました。東日本大震災の発生から数日後、特にこういうツイッターの SNS で、情報のやり取りが、続けられたという状況がありました。その後そのことに関しまして、当時関わっていた、人たちと、お話をしまして、まとめましたが、特に、災害に負けない自治体をどうすればいいかいろいろ考えました。ちょっと言い方を変えるとレジリエンスっていう、言葉があって、レジリエンスを高めるっていうことは、とても大事であるということが確認されました。それには SNS というのが非常に便利であるということが、その時、私の方で分かりまして、皆さんの方でも多分分かったと思います。で災害に強いコミュニティを作りたい、そのためにも今から地方自治体と市民活動団体がソーシャルメディアを通してつながっておくのはやはり良いんではないかと思い、プロジェクトが発足しました。いろいろあって私がそのつくば市のコンサルタントみたいなものになりました。でそこまでは良かったのですが、目的を考えていく中でどういう形で導入してどういうふうに実行するか、正直、非常に悩みました。関連する領域をいくら調べてもあまりいい前例が見つからなかった。応用できる成功例も、その時は見つかりませんでした。で特に海外と日本の場合はその社会とか文化とか状況がかなり違うということもありまして、どうも参考になるものがなくて大変苦労しました。また同時に研究の方法論も、確立されていなかったっていうのも、その当時、分かって非常に困ってしまいました。しかしつくば市側は、早くどうにかしてほしいという要請がありまして、で短期的な、戦術を提供することになりまして、持続性のあるソリューションは、見つかりませんでした。つくば市側も形式主義を守りつつ暗中模索の中で、この企画を推進することになりました。今回の、研究の実験の概要ですが、開始は2012年の2月で、今現在も先ほど申し上げましたようにつくば市の市民活動家で、この市民活動の広場という、Facebook ページが続いています。コミュニティサイズいわゆるいいねをクリックした人数はこのスライドを作った時点で3069でした。プロジェクトを始めた時に、すぐに分かりましたが、当時の流行り本、ビジネス本みたいなものをいろいろ読んでまして、その時言われていたソーシャルメディアによるバイラルマーケティングというものは、どうも存在しないということが分かりました。ソーシャルメディアを使えばすぐにその情報がどんどん拡散していって、簡単にいろんなことを拡散できる、いろんな情報を効率よく普及させることができるという、そういったようなことが当時言われていました。でこれは例えば猫の写真とか犬の写真とか食べ物の写真とかで、そういうことが起きる場合もあるかもしれませんけど、
基本的に何でもかんでもソーシャルメディア使えば成功するっていうのは、でたらめでした。皆さんもご存知の通りです。ただし悪い噂とか、そういう悪い評判とか、特に最近、フェイクニュースっていうものもありますけど、拡散力があります。でこういうものはとてもバイラルになることが、分かってきました。話を戻します。で、テーマが、軽く勝手に盛り上がる、バーチャルなコミュニティはあまり労力をかけずに、活動は継続できますけど、今回のプロジェクトのように市民活動とか、ボランティアというテーマに関するコミュニティは、面倒見ないとすぐに活動が、停止してしまいます。言い方はちょっと変な言い方ですけど、まるで生命維持装置についていて、コミュニティがいつストップしてしまうのかわからないような状況が、続きました。で本題に入る前に、先にこのプロジェクトで分かったことをまず説明します。でこの研究を行ったことで分かったことで、特に Facebook のコミュニティページのフォロワーを増やしたい、コミュニティのメンバーを増やしたい、あるいはコミュニティのページを見てもらうためには、広告を使うのが有効であるということが分かりました。Facebook の中にある広告とかそういうものですね。ただしコミュニティに、活発に参加してほしい。例えば私は今日アクションという言葉を使いますけど、実際に投稿に対してコメントを書くようなこととか、コミュニティの中での活動を増やすような、誰かが書いた、コメントに関してさらにいいねをクリックするとか、そういったことをしてもらうためには、人と会うこと、つまり対面的な交流がやはりあった方がいいということも分かりました。場合によっては広告出稿とか、場合によっては対面的な交流、どちらも増やすことで、その両方を使ってコミュニティを活性化することが重要だということが分かりました。その他に、これに関連してプロジェクトの実施している間に、分かったことですが、広告を使用していない時に、初期段階で、オンラインコミュニティを拡大させるためにはかなりの時間がかかってしまうということが分かりました。一番最初に広告を使ったんですけど、その後使わなかったということで非常に遅くなりました。月秋葉ではコミュニティの活動量が、すごく減ってしまうということが分かってしまいました。しかしながら、コミュニティの拡大のために、広告を使うと副作用みたいなものが、あることが分かりました。それまでのコミュニティで活発に参加してたメンバーがいわゆるコミュニティの中心のメンバーの活動が減ってしまうっていうことも分かりました。SNS のコミュニティページを盛り上げるために、広告を使うのも良し悪しなのかなっていうことが、今回のプロジェクトで分かりました。さて、ここまでが、プロジェクトの概要で、いよいよ今回のデータサイエンスというテーマの本題に入りたいと思います。データサイエンスがいつ、どのように役立ったかをお話しします。で今回皆さんに紹介したいのが、このプロジェクトを進めていく上で発生した問題点です。どういう問題点に直面したかというと、どういう問題かというと、特定の時期、特に3月から5月にかけてコミュニティの活動量が減っていくっていうことが、データでなんとなく示されていました。で初めてこれが見られたのが、最初にそれが検証できたのが2013年でした。つまりそのプロジェクトが始まった翌年からです。でこれは一度なら良かったんですが、翌年も2014年でも同じようなトレンドが、発生しました。つまり、定期的に3月から5月に、徐々に活動量が減少していくっていう、そういうようなことが分かりました。さてここから本当にこれが周期的に起こっているのかどうかっていうことをちょっと立証しなければいけなかったんですが、まず1年間の活動量をまとめてみるっていうことを、試してみました。で、表計算ソフトを普通に使ってできるビジュアライゼーションはだいたいこれが限界で、この図の青い線が2013年の活動量で、緑の線が2014年の活動量を示しています。活動量を示す中でこの青い丸が、
ありますけど、この青い丸があるところがちょうど活動量が、減っている時期です。こんな形で記して減少したっていうことを、最初に主張しました。で口頭で説明する時には、これでも十分ですけど、研究として主張する時、あなたがそう見えるだけでしょっていうようなことを言われてしまえば、そこで終わってしまいます。そこで皆さんには、これからデータサイエンスをどんどん勉強していく、ことをしてもらいたいので、その際に研究データの中から、何かを立証しなければいけない場合、例えばこういったようなことが起きて次にもしも同じようなことが起きることがあるかもしれないということを予測するっていう、そんなようなことが必要になります。で今回紹介する手法を用いて周期的現象があることを主張しました。これは時系列データの指数平滑法というもので、簡単に言うと新しいものから古いものへと指数関数的に減ってくるウェイトが割り当てられているものです。言い換えれば、例えば古いデータが古いほど、そのデータにあらゆる、与えられる優先順位が、こういったようなところではウェイトが低くなって、新しいデータがより関連性があるとみなされて、重みが割り当てられる予測法です。割と短期的な予測によく使われる手法で、特に経済学などでよく使われます。指数平滑法のメリットは、データのビジュアライゼーションの際のノイズを取り除くことができるということです。で今回みたいに、なんかガチャガチャ、さっきの図ですけどガチャガチャ動くデータをもう少し見やすくするためには、有効で、そう思って、使ってみました。でその結果がこのスライドでご覧のように2013年と2014年の、矢印が出ましたね。このデータビジュアライゼーションと解析結果の通り、この追加した矢印が示している減少傾向が見られ、周期的に起きるこの活動量が下がっているということを主張しました。データサイエンス的な手法を用いて解析して解明した問題点が、可視化されました。でプロジェクトの進行においては、その後改善するための対策を立案して実施して2015年には、問題が解決できました。実世界のいわゆるリアルな場面で、問題を解決するための土台を作って解決策を立案することができました。さて、プロジェクトはその後ですけど、このオンラインコミュニティはその後、ようやく2000名以上になりまして、幸い、どんどん活発になっていきました。結果として、2010年頃にはまだあまり頻繁ではなかったつくば市の、職員ですね、とつくば市の市民団体の、やり取りっていうものが、どんどん増加しました。いい形での相互作用が、つまり増えていきました。また、お互いに、対する、そういう理解も増えてきました。で、市民団体あと職員のその不満というものも、解消できるようになりました。市民団体同士のコミュニケーションも同じように、行われるようになり、市民団体同士でのコミュニケーションを通して一緒に活動するようなことが、起きたりもしました。そういったような市民団体同士の融合が、新しいオンラインコミュニティでも発生し、さまざまなイベントを通して面白い交流が起きるようになりました。さて、今回のプロジェクトではやはり、これはもうケーススタディですので、一般化するには限界があります。ひょっとしたら、データ分析手法ももっと素晴らしいものがあるのではないかというふうに思っております。全国津々浦々の各自治体のそれぞれ固有の問題もありますし、いろんな要素やコミュニティ固有の問題ももちろんあります。そのためプロジェクトで明らかになったことは、なかなか一般化するのは難しいですけど、いろいろ他のコミュニティにこんなことがあるよっていうようなことで示唆することができるような研究結果になったのではないかというふうに思います。でこの研究を次に発展させるために電子コミュニティが自立するために何が必要なのかということを今検討しています。で2010年代この研究を通して一つ分かったのですが、
オンラインコミュニティが自立するためには最低限の人数があるのではないかという、仮説を立てております。その具体的な人数が何人なのかということに関して震災の時にツイッターのコミュニティや筑波フェイスブックのコミュニティでも共通する数字ですけど、どうも約2,000人ぐらいいるともしかしたらオンラインコミュニティが自立するのではないかという仮説ができました。今後、これを検証したいというふうに思っています。さて、今日の要点ですが、今日は私のやったプロジェクトの内容を説明しました。それでプロジェクトの中で、見つかった問題点に関して説明をしました。この問題点を立証するためには、私は指数平滑法を用いました。もちろん、表計算ソフトも便利ですけど、やはり限界もあります。そういう時に、データサイエンス的な手法は、有効です。皆さんも、ぜひデータサイエンスを勉強して、どんどん活用すべきです。おすすめします。本日はどうもありがとうございました。